皆さん、日本語を舐めてませんか？実はこれ、悪魔的に難しい言語です。僕は日本に9年住んでいる韓国人留学生です。日本語能力試験 N1 は満点で、東京大学の博士課程まで来ました。それでも今でも日本語に心を折られます。これ一生無理かもしれないって。今日は日本語での想定外すぎる事件を5つ話します。1つ目はわからないことが怖く感じる。2つ目は自分の下手さに絶望する。3番目は他人の日本語に人生が見える。4番目は漢字という見えない天井にぶつかる。5番目は日本語の限界に母語が顔を出すってことです。これは日本語がわかるようになった人を苦しむ話です。一つ目は分かっているはずなのに分からないが増える件です。日本人と会話していて、まず衝撃だったのがこれです。95% 分かっているのに突然ブラックホールになるんですよ。会話は成立します。うなずける、笑える、返事もできる。でも心のどこかにザラッとした違和感が残る。大きく3つあるんですけども、1つ目、オノマトペが出た瞬間脳が止まります。意味は雰囲気って分かるんですけど、説明しろと言われると積むんですね。2つ目、さらに単語そのもので、それ〇〇だよねと言われて、その〇〇が動物、植物、歴史人物だったりします。例えばナマズ、アジサイ、サンマ。日本人同士は一瞬で理解できますが、韓国人の僕にはそれをイメージで出して、韓国語ではわかんないですが、ナマズっていうものねっていう風になるんです。3つ目、決めつけカタカナ語ですが、英語だと思って安心すると痛い目を見ます。ニッチ、モラハラ、ナイーブ。ここまでまた 5% 理解が欠けるんですよ。これが本当に厄介で、わからないこと自体ははずじゃないんですけれども、一番しんどいのは、どこがわかんないの？それが自分でもわからない状態であるということです。これは日本語中級、上級者に出てくる現象ですね。2つ目の話は、日本語が上達した瞬間に自分の下手さが見えるという地獄です。日本人同士の会話をよく観察すると、彼らは言葉だけで話していません。会話が高級のように流れているんです。その中に入った瞬間、僕気づくんですよ。自分のイントネーション浮いてるなって、韓国人のイントネーションじゃないのって分かっちゃうんです。自分も恥ずかしいながら分かるんです。笑うタイミングとか 0.5 秒にずれてしまって、相槌打っているはずなのになぜか噛み合わないんですよ。また僕の口から出てくるのがすごい、やばい、なるほどみたいなばかりで、引き出しはもっとあるはずなのにいつも同じ単純な言葉しか出てこないんです。そして敬語です。敬語に入った瞬間、思考速度もガクッと落ちます。頭の中でこれは尊敬語、丁寧語、謙譲語みたいな、これ変換している間に会話が先に進みます。これはもちろん失敗じゃないかもしれないですよ。成長の証拠かもしれないんですね。初級の壁は話せるかどうか、中級、上級の壁は自分の違和感に気づいてしまうかどうかかもしれないです。日本語は分かるようになった人をもう一度厳しい世界に連れていく言語かもしれません。3番目は外国人の日本語から人生が透けて見える件です。これ面白かったですね。日本語ただの会話ツールじゃありません。社会構造そのまま染み込んでいます。他の国の言語でもそうかもしれないんですけども、日本語だと特に年齢、立場、経験、上下関係みたいなこの雰囲気が落とし込まれているんですね。で、僕も韓国人とか中国人とか話す機会があるんですが、彼らの日本語を話していると滞在年数大体見えてきます。例えば言い切りが多い人は来日浅めかなと、クッション言葉が日本人っぽく自然な人は日本長く住んだのかなってわかるんですね。一応とか念のためにとか差し支えなければみたいな、こういったクッション言葉出ると大体日本滞在歴長いんです。次に言葉の使い方で会社頼りがある場合があるんです。 IT 系の人は使用、実装、工数、飲食の人は段取り、回し、ピーク、研究者の人は仮説、検証、実験、精査。日本語の量よりどこに単語が集中して入れるからね、彼の職業が見えてきます。敬語処理分かりやすいですね。尊敬語と敬上語間違って使ってる人は日本の社会人経験まだないかもなと思ったりとか、逆にもう丁寧すぎて自分を下げすぎる人は日本社会で一度強く上下関係経験したのかなってなっちゃうんです。
ですね。で、面白いの断り方です。できませんっていう人と、ちょっと難しいですという人と、今回は見送らせていただきますみたいなことを言う人、もうここから皆さんが大体感じたように、日本社会への理解とか、はっきり出てるんじゃないかなというふうに思うんですね。日本語は語学だけじゃ終わりません。社会言語です。評価されるのは正しい言語じゃなくて、生き方が滲んでいる日本語かもしれないです。4番目の話、書けない漢字が見えない天井になるということです。これは静かに心を折ってきます。日本人見ていると読み取りが中心ですが、スマホ、パソコン全部変換してるじゃないですか。だから表面上は書けなくても困らない社会なんですね。でもある瞬間に手書き現れますね。履歴書とか書類の署名だったりとか、お礼状、この節目で急に逃げ場なくなります。僕は漢字自体は外国人の中だとちょっと読めるかなと思っています。新聞も論文も大体読めます。でも、いざ書こうとすると手が止まるんですよ。会議の議ってどんな形だっけ？感謝の謝って手どこにやるんだっけ？この書く順がよくわかんなくて、書いてる途中に自分の文字ってなんかね、小学生っぽく見えるんですね。で、一度結婚式のご祝儀袋を手書きで書いた時に、内容が完璧なのにですね、文字を見た瞬間、急に自信がなくなりました。これ自分が書いたんだっけ？こんな小学生みたいな図で書いてるんだっけ？となるんですね。もう変換に頼り続けていると、ふとした瞬間に思うんです。一生、この書くのは日本人に追いつけられないもんだなって。もちろんです。もう使用頻度の問題でしょうね。日本人だってもう書けない漢字山ほどあるじゃないですか。打つとか曖昧とか、これ怪しい日本の方多いんじゃないんですかね。でもね、僕はそれより簡単な日本語も書けないってところで、これからも書くことはほとんどないだろうから、僕が98歳になった時にも漢字書けないまま、もうあの世に行ってしまうんじゃないかなって思ってしまいます。で、最後5つ目ですが、日本語の限界で母語が顔を出すってことです。日本語長く使っていると、ある瞬間が必ず来ます。日本語が脳の限界に触れる瞬間です。例えば、想定外の出来事、電車が急停止した瞬間、頭より先に口が動いて、マジでじゃなくて、韓国語が飛び出るんですよ。깜짝이야みたいな形に出るんですね。このように、急に感情 100% になると、日本語一歩遅れる場合もあります。独り言もそうです。日本語、韓国語混じっちゃうんですけれども、例えば、これからもうやんなきゃ、来ちゃった。いいかみたいな、もうなんかよくわかんないこと言ってるんですね。さらに地味に聞くのはですね、長文ですよ。論文、契約書、長いメール。日本語で読み続けると、もう頭が疲れるんですね。目は置いているのに、脳がもう熱を持ち始めて、もう爆発しそうになるんです。だから、この日本語長い文章ですね、ちょっと翻訳で韓国語で一回変換させて、韓国で読んだ方がスカッと理解できるんですね。だからちょっと安心までしちゃうんですよ。だからもうね、日本語頑張ってもまだまだ山を登らないといけないっていうのがあるんですね。で、このテーマはですね、考えながら思ったことあります。日本語との戦い、一生ものだということです。もう9年住んで日本語能力試験1級満点でも博士課程、うんぬんと言っても日本人の皆さんみたいな日本語はもう永遠に使えなさそうな気がします。僕生まれた瞬間から語と高級してきたんじゃないですか。だからもう韓国語がもうメインで日本語がサブになるってことは当たり前なんですけれども、諦める気持ちはありません。遠回りでも失敗しても最後まで向き合います。皆さんから外国人なのにすごいとかじゃなくて、ちゃんと日本語と生きてきてるなだったりとか、言うまでは韓国人なの分かりませんでしたみたいなレベルに達するまで頑張ります。このチャンネルではそんな僕の成長も迷いも全部見せます。よし、よかったら皆さん長らくお付き合いして僕の日本語をよく見てくださいというところで以上パコでした。よかったら他の動画を見てね。アニョ。